始まりましたシグネーターです。本日のゲストをお呼びする前にまずはこちらの動画をご覧ください。 Hey, stop! Stop! I'm June って言うわじゃん。シーンだよそれ。来い！ あ、チャンピオン来た。さあしっかり守って。You will be missed tomorrow, Paul. So it's gonna be Bruno. カブで。絶対決めてくる。Fedorchuk, segundo capítulo, ahora con más carrerilla, todo el banquillo japonés entrelazado para ver el penalti de Junichi Kato, le va a pegar Junichi, gol, 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 gol de Murash, va para Murash, si marca la shootout, Oda pasa por encima el rebote. Se escurrió en el remate y final. 悔しいっすね。悔しい。でもまあベストゲームをもう出し切ったと思います。もうねでも一勝したし、もう歴史は作ってるっていうのはね変わらないんで、もうひとまずね、本当お疲れ様ありがとうございました。ありがとうございました。ナイスゲーム。もうお分かりですね。ということで、今回のシグネーターはこちらの方々をお呼びしております。どうもこんにちは。ゲーム実況者兼ムラッシュ FC のオーナーを務めております加藤純一です。よろしくお願いします。そして、ディフェンスの森保翔平です。よろしくお願いします。ゴールキーパーの深井健介です。よろしくお願いします。お前だろ。ゴールキーパーの成田英生です。よろしくお願いします。メキシコが最も恐れた男、金武幸次郎です。よろしくお願いします。ミッドフィルダー7番の清川博樹です。よろしくお願いします。お願いします。ミッドフィルダー8番の小田良平です。よろしくお願いします。ディフェンダーになって花開いた男小林です。背番号9番です。よろしくお願いします。ミッドフィルダー11番わらがや直樹です。よろしくお願いします。ディフェンダー13番の布康生です。お願いします。監督の T コーチです。お願いします。コーチの J コーチです。お願いします。責任者の酒井です。よろしくお願いします。そういう自己紹介なんだ。カメラマンの小田です。よろしくお願いします。トレーナーの金原智樹です。よろしくお願いします。はい、ということで、一人まだ足りない状況ではありますけれども、今日は新幹線のね、状況とかもありまして、あとは那須さんが来れなかったということで、こちらのメンバーでお届けしてまいります。さあ、ということで皆さんよろしくお願いします。お願いします。メイクゲーマーズモアシグニフィカンシグネーター。さあ、ということで皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。まずは加藤さん、はい。手応えとか、現地行っての感想をまずは伺ってもいいですか。あんまり俺サッカーとか、こういったコンテンツに関わったことがなかったから、どんな感じなのかなと思って行ったんですけど、正直もう今日はもう本音で全部しゃべるんですけど、めっちゃしんどかったですね。しんどかった。やっぱ環境も違うし、
なんならやっぱアジアからね行ったのって我々だけだったんで、初日とかさ、なんだこいつらみたいな本当にそういう空気やっぱあって、別に変な意味でじゃなくて、やっぱねそのスペインとか、そのアメリカ南米とか そちらの方たちが中心になってるコンテンツだったから、ちょっとね数奇な目で見られていたんですけど、まあね、だんだんね試合こなしていくうちに、まあ現地の方とかその配信者の人とかスタッフの人たちもなんかすごい受け入れてくれて、まあ結果としてはすごい楽しかったっすね。楽しかったすごい。まずこれもう皆さんで一緒に移動してったんですか？加藤さん後から？いや同じ飛行機で行ったんだけど、ちょっと練習期間も短くて、全然仲良くなくて最初すごい距離あったそう全然俺たち本当にチームなのかなみたいなちょっと距離あってみんなと初日は。でもやっぱそのだんだんね徐々にその距離も近づいてってって感じで、行った飛行機と帰りの飛行機、帰りはちょっと別々だったんですけど、行きは全員で行きましたね。確かにあったのでセレクションで1回と練習会でまあ1回2回でほとんど喋ってないから、すごいなんか受け入れてくれないんですよみんな。受け入れてくれなくて最初なんかお前ゲームしかしてないんだろみたいな最初壁を感じましたねみんなから。確かに入り込むの大変ですからね。そういや確かにありましたね。他は深谷さんはどうでした？その現地行ってからなんか驚いたこととか何か感想がある？そうですね、まあ驚いたこととしてやっぱりメキシコやっぱ時差があるので、その最初の初戦の時に、なんか試合開始が19時からだった。19時からでしたよね。なのになんかその夜7時夜の、なのに17時ぐらいに眠たくなってきちゃっていや本当にそのいや眠たくなってきましたよね。なんかみんなちょっと体だるくなりませんでした？あんまり僕はそうでした。僕はまあなんででも初戦が延期になったんですよ。なので良かったんですけど、やっぱり時差はちょっと苦しめられたなっていうのはありますね。加藤さんは時差はどうでしょう？いや俺は日本にいる時から起きたい時に起きて寝たい時に寝てるんで時差全然いかない。よくゲーマーは深夜起きるから。そう何にも問題なかったんですけど、時差より標高めっちゃ辛くて、もう階段ちょっと上がっただけで息切れちゃって、多分2000メートルぐらいだったよね。2000メートル超えですね。それがマジでしんどくて。俺は日常生活を送ってるだけだけど、みんなサッカーっていうかねスポーツしてるからその中で、いやそれ大変だなとは客観的に見て思ってましたね。確かにね、サッカーで標高高いところで何かね生活するのって、ちょっと合宿行ったりとかで多少あるぐらいで2000まで行くと、なかなか違うと思うんですけど、体感どんなもんなんですか？内臓出てくるじゃないですか。そんなに？だって初戦の後とかみんなさマジでちょっともう本当にしんどそうで、気持ちが大事だよとか俺分かんないから言ってたんですけど、いやもう気持ちとかいうレベルじゃないですね。もう体がもう本当に辛そうだった。吸ってもあんまりこう吸った感じがしないです。イメージで言うと富士山の6合目でサッカーしてるみたいな、そんな感じです。6合目ちょっとイメージつきづらいんじゃないですか。いや今のは確かに6合目6合目というか5合目ぐらいです実際。5合目あんま変わんねえだろ。あと初戦はかなりスリッピーなねフィールドっていうのもありましたけれども、そのあたりは幸次郎さんいかがでした？そうですね、僕は体感あんま試合出てない。体感6秒ぐらい。体感何合目ぐらい？体感6秒なんですけど、僕試合の前に1分間チームのパフォーマンス時間みたいなのがあって、そこでだいぶ滑ってたんで。Mustain cuando algo quieren apoyar, luego lo demuestran ante todo el mundo. Ahí está. おいビビってんじゃねえよ。俺ら何しに来たんだ。トイレしに来たのか。滑ってるねおい。やれんのかお前。やっていけるよ。おいゴース。いい顔してるね1人目。君が1人目ゴース。お最後。こっちの滑りで試合は全然そんな滑りは怖くない。でも試合で怪我もねあったりとかで、今日来てないですけど腕もね結構ありましたけど、結構もう滑るっていうのは今までに体感してないぐらい滑る感じですか？
そうですね。なんかやっぱり芝生がちょっと短くて、でゴムチップが多くて、多分日本にはなかったんで、多分みんなスパイクで日本の人工芝だと思って言ってたんですけど、多分トレーニングシューズとかの方がもしかしたら良かったのかもしれないなっていうぐらいちょっと違った感じでしたね。キックオフまで中入れなかったんだよね、グラウンドに。だ入れなかった。からシューズを選んだりとかできなくて、アップできないです。いきなり入ってだったんで選手はかなり大変。じゃあアップは別の場所が別の場所ですあって、それもフィールドも違うんですね。ちょっと違いますね。あとは初日、さっきね話があった通りトラブルがあったわけですけど、トラブルっていうのはもう直前に知ったんですか、皆さん。そういきなりもうそうですそうです。もう会場がすっごい雨で、夕方ぐらいに毎回メキシコ雨降り出してて、でバスも、遅れてもう会場間に合わないから走れっていう話になってきてて、で雨の中走って、行ったら、雨で機材から火が出た。終了です。なんかね動画撮られてね歩道橋から走ってみたいなことはありましたけど、結構雨も降ってて、もうめちゃくちゃ降ってました、ね。一時的なスコールみたいな。そうだからなんか雨季らしくてちょうど、なんか結構毎日降ってたよね、ポツポツね。なんか試合中に起きたハプニングとなんか試合前後でなんか起こったものってなんかありました？皆さん。やっぱりルールですかね。ルールが本当にやっぱり日本でみんな一応予習はしてたつもりだったんですけど、あっちの現地に行ってやっぱり全然違くて、そのルールが分かんないとか、そもそもそのどこにその時間が書いてあるかとか、そのなんかキングスワールドカップってやっぱりその必殺技みたいなカードがあるんですけど、そのカード何使ったかとかがもうやっぱり僕たち一切分かんない状況で行ったんで、1戦目は、そこが一番なんか僕たちとしてはなんかそこでもう聞い取られちゃって、でグラウンドも滑るして、ちょっとそこですかね一番は。タイマーとかもあんまり。タイマーがあんなに大きな会場ですごい電光掲示板とかもすごいのに、タイマーもこれぐらいなんですよ。わかんないですね。本当なんですよ。なんでやと思って、いや加藤さんめちゃめちゃ大きく映ってて、で必殺技でなんかそこの間にその時間をバンバンって出してくれたら僕たちも試合中に見やすいんですけど、こんなんで確かにちっちゃかったね。コンタクトとかで僕ちょっと視力弱いんですけど、ちょっと見えなかったんで、それがあればそうやろ絶対それは。それは本当なんですよ。見えなかったですよね。コンタクトの方見えないですよね。はい、今回は僕以外にもいるんで。でもそこはありましたね。加藤さんとね対戦相手の子供連れのね。ラニーザのねメンバーがうわーって応援してるのはすごいでかく映ってるのに、時計がちっちゃかった。時計がちっちゃかった。めちゃくちゃ大事なんですよね。監督というかコーチ目線でもそうです。やっぱり時計も手元にある時計でチェックする感じですか？はい、あとベンチに小さいモニターついてて、そこでこういちいち確認したりとか。ベンチに小さいモニターで、あとサッカーと違ってなんかいろんな音鳴るんですよ。いきなりビコーンってなったりとか、でも何が起きたのかをすぐ確認しないと、それを選手に伝えようと思ってももう声がこもるし、サポーターの声すごい大きいし、もう近い距離、ここから計測ぐらいの距離でももう声届かないぐらいだったんで、もうこっちもちょっとバタバタしちゃって。そこはかなり難しかったです。そっか、応援もね結構現地ね多かったです。いや激しかったっすよ。なんか10歳ぐらいの女の子が俺のすぐそばで見てて、なんか自分のおもちゃをコンクリートとかに叩きつけてすげえ、これあんまり日本めちゃくちゃ熱かったの。もう F ワードでこんなやろすげえ教育してんなと思いながら。それだけ熱かったっすね。勝ちに対する情熱がね。情熱がすっごかった。知れないですね。会場内もね、こうハプニングがありまして、初戦はでも悔しい結果にはなりながらも、加藤さんの PK がね。Momento, está sufriendo en sus carnes lo que es jugar contra el equipo anfibio. Ahí va Junichi, le pega Junichi, gol. なんかこう皆さんを勇気づけたっていうところ。ちょっとまだ俺みんなに聞いてないんで、あの PK どう思ったか聞きたいっす。確かに褒めてほしい。はい。俺の PK どうだった？マジで
助かりました。マジで3-0かなんか言っちゃったよ。多分他のチームはまあそこまでこう、まあ、決まったらいいなぐらいだったんですけど、うちの場合加藤さん最大の戦力でした。間違いない。これは間違いないです。はい、ただ2試合目に1回やり直しがあったんですけど、あれちょっとこう置きに行った感じの俺加藤さん大好きなんですけど、あの時だけちょっとイラッとした。イラッとするなお前。俺一生懸命やったのじゃね。いやでもマジで助かりました本当に。確かにね、なかなかない緊張感ですし、特に1日目は他のプレジデントが多分全員外してる。めちゃくちゃ外してて、なんかでも本当サッカーのこと知らずに行ったから逆に入るだろうと思って行っちゃったから。はいはいはい。そんで1本決めて、2試合目めっちゃ緊張しちゃってこれやばと思っちゃって、プレッシャーも前日からね、ああいう空気で PK 蹴るのかっていうのを考えたら、もう2試合目めっちゃ緊張して、案の定変な蹴り方になっちゃって外れたんです、止められたんですけど、そこでパッて振り返った時に、みんながいたからちょっとリラックスして、2本目だからすごい良かったでしょ。めちゃくちゃ良かった。あれでスカッとしました。なんか1本目置きに行ったからそうだから言ってくれたらみんながもうどうせ外れてもいいから思いっきりいきましょう。あれは一言がでかかったですね。相手キーパー視点ではまた同じところに蹴るのかよみたいな。いやでもあれムカついて止められたのが絶対同じところ切ってやろうと思って、もうそこはもう同じところ決めてやろうと思って。いやでも本当になんかまだ1回目の PK の時にまずなんか自陣のゴールを見て蹴ってたから、これサッカーめっちゃなんか勉強してきたのかなと思って。なんか俺ねあれ勉強していったんですけど、カメラの位置確認していかに自分かっこよく映るかマジでそれだけはちゃんと決めようと思って。確かになんか空とか空見てんだけど別に天井高くないから別にかっこつけるためだけにあれやってたマジで。それだけはちゃんとやっていこうと思って、そのポージングの練習してたんですよね。で決めた後はね、おなじみの笑顔のおじさんやって、ちょっといいですかね。皆さん笑顔のおっさん知ってました？僕勉強不足で、カズさんめっちゃこう気合入って PK いったじゃないですか。僕たちも願って決めて、その後カズさんシャーってなった後。Fabio, ahí va Junichi, le pega Junichi, gol. ¡Gol! 笑顔のおっさんやって、その後僕たちに抱きついたんで、もう情緒いかれちゃった今の笑顔何だったんだろうと思って。じゃあやっぱ英語喋れないしスペイン語喋れないから、もうとりあえずなんかニコニコしてるおじさんだぞっていう自分のアピール。なるほどね。こういうチームだぞ日本はっていうのはやっぱ1個持っていかなきゃいけないなと思って。どんなメンタルしてんだと思ってね。怖かったで、なんか1試合目と2試合目って、少し期間も空いたじゃないですか。で結構戦う感覚とかルールの慣れとかもあったと思うんですけど、2試合目って試合の立ち上がりとかこう入る瞬間でどんななんかテンションというか気持ちだったんですか？これいけるなっていう感覚あったんですか？そうですね。1試合目は本当にもうなんかバタバタして、もう試合もいきなり始まるみたいな感じだったんですけど、2試合目はもう試合前から時間もあったんで、だいぶリラックスして試合には臨めましたね。結構相手の研究とかもされたんですか？はい、だいぶ全ての試合ライブでね放送があるから、それみんなで見ながら、こういう戦術してくるチームあるなとか、次のチームこんな感じだなみたいな話しながら、結構時間空いた。ミーティングめっちゃしました。あ、そうなんですよ。それはもうコーチ陣というかもう全員で。全員で。でも相手もね、元プロ選手がねゾロゾロいたりっていうウクライナのチームでもありましたけどね。いや結構怖さもありますけどね。ねえ。ウクライナっていうか今帰ってきて2週間ぐらい経つんですけど、よく勝ったなみんなって本当すごいことだと思う。なかなかああいう場にねポンって行って1回勝つっていうのはね、もちろん優勝を目指してやってましたけど、とてつもないことをしたなみんなはって思いますね。確かにね。
まあでもそのね勝ち越しゴール決めたのは僕なんですけど確かに大事なゴールをね一番大事な時決めましたけど、でも勝ち越しゴール決めた後に、その直後に加藤さん多分席戻られる前ぐらいにこのコバが PK で与えたんですよ、でその時の相手が点取ったらもうすぐ逆転で、その時の心境を改めて聞きたいなと。確かにお前が裏回しすなよいやもう加藤さん PK 決めてくださって、よっしゃいけるっていうムードになって、僕がペナルティーエリア内でもうファウルしちゃって PK 与えてしまった時はもう日本帰れないと思いました。Konoplyanka, por dicho para Fedetsky, este sí que es Konoplyanka. Konoplyanka con el exterior, quería tirar el balón filtrado, penalti, penalti para USD. 終わったと思って、これはダメだ。加藤さんのファンにボコボコにされて終わると思って。そう俺がだからもう席戻って「おいみんな決めたの見たか!」って言おうとしてたのに、もう相手 PK 蹴ろうとしてるからあーやべえ、余韻が全然なかったんですよね。ただやっぱり僕もちょっとあれはファールじゃないと、もう粘りに粘って VAR までしてもらったけどめちゃくちゃファールでした完全ファール。完全にファール。ただちょっと話変わるんですけど、一つ言わせてもらっていいですか、加藤さんに。僕その試合1点目決めたんですよ。決めてたね。でその前の試合にゴール決めた時とかは「ナイスゴールナイスシャー!」みたいな感じで言ってくれてたんですけど、僕が決めた時だけ多分あまりに早い展開で決めちゃったもんだから、加藤さん日本トップランカーの配信者とは思えないなんかみたいなリアクション。うわーいけ入れ、うわーよしよっしゃナイスよしナイス、おい勝つぞナイスゴールおいいけるぞ全然違うじゃん。いや俺の中ではナイス小林5番みたいな感じで来るなと思ってたらあまりにもあっさり決めちゃったから早かったんだよね。いやありがとうございます。確かにそうだったわ思ってもない場所でというかね、なんかこう流れでっていうのもあったかもしれない。少人数の時だね、2とかちょっと分かんなかったんですよね。あれいつの間にこれ入ったのかみたいな、ちょっとまだ定かじゃなかったんですよね。他にもやっぱりサッカーでもないし、フットサルでもないしっていう、なんかまたこう難しい塩梅のねルールでもあって、そのあたりなんか違いをこう感じたっていう方いらっしゃいます？そうですね、一応7人制サッカーっていうのが、あるんで、ソサイチっていう。ソサイチありますね。この質問はやっぱ日頃ソサイチやって日本一だった小田さんに回したいと思います。前もパス回しがいいね。ルールも変わってくるじゃないですか。2対2とか1-on-1とかあって、そのあたりどうでした？でも実際ボールがまずソサイチの場合と今回キングスリーグがボールが違うくて、普段はもっと重たいボールでやってるんですけど、今回サッカーボールってところで。キングスリーグはサッカーボールだったんですか？そうです。なんでその時にもやっぱり最初はサッカーでやろうと思ったんですけど、でも2試合目からはもう全部トレーシューに変えたりとかして、もう足裏で触りながらやってとか、フットサルの要素を絡めながらやったんで、どっちかというと僕はフットサルの戦術だったりとか、フットサルのボールタッチの仕方とかの方がキングスリーグに寄ってるのかなっていうのは感じました。確かに彼7人制のサッカーで日本一になったことあるんですけど、得意のカットインから鋭いシュートを打ったり、PK も初戦ですごいいい角度に打ってたんで外してるエースだなっていうふうに思いました。他になんかこうたくさんの元プロの選手がねいて、レジェンド選手がたくさんいた中で、なんか誰かと写真撮ったとか、なんかいい交流ができたっていう方いらっしゃいますか？上野選手の写真。撮ったんですね。僕も撮りました。マジで？いつ撮ったの？いやなんか会場、サッカー場と控室が別の建物で、でここの
行き来できるところ、広場、外、加藤さんがタバコ吸ってたあそこをピケチャンスって呼んでたんですよ。確かにいたねよくね。ピケチャンス、イバイチャンス、ラニーザオーナーチャンス、アグエロチャンスのあった場所で、あそこをうろついてたらアグエロにありました。イバイともね。イバイもあって。はい。試合負けた翌日にラニーザのオーナーとも写真撮りました。ラニーザのオーナー。いやでもアグエロもね、あの後なんかライム食いながら PK ねやってたね。あってね。煽ってましたね。でも最後の試合のアップの時、幸次郎君だけピケ選手がパーッと来て、みんな写真撮ったんですけど、その後俺もツーショット撮りたいって言って、もう一人だけ抜け出してアップで写真撮ったんですよ。そう違います。俺もってことでしょ。違う。いや、俺もってことは、俺の前にツーショット撮った人がいたってことだよね。誰が TJ。マジで。T 父ちゃん撮ってないです。J。僕撮りました。マジかよ、いいな。あとカメラマンのオダッチも写真撮って。そんなチームだよ。ブレマアップに集中しなきゃいけない一番大切な時なのに、もう行ったんで、僕も行ってピケとツーショット。確かに2回言う。そのチャンスじゃないですよね。チャンス握る人ですから。いやでもいいですね。なかなかね、そういったプロ選手と会う機会ないですから。ないよね。加藤さんどうでした？なんか他のオーナーとかプロ選手とかと。なんかその初戦2試合目の前日かなんかに交流会みたいなのがあって。お前も来るかって言われたから行くって言って行って、ちょっと軽いサッカーをその32チームのオーナーでやろうみたいな、配信もありました。そう配信してて、俺はしてなかったんだけど、やっぱりちょっと俺だけあまりにも初心者でなかなか試合には馴染めなかったですね。でもその後ピケとも普通に PK、彼がそのキーパーやってくれて、で俺が全力で蹴っていいかって言って思いっきり蹴ったらちょうど顔面のとこ行ってお前決まるよって言ってくれましたね。アグエロともちょっと喋ってそこで、そうお前のチーム良かったよってみんな良かったって帰る時は皆さんなんかね、トラブルというかなんか飛行機も遅れた4日間ぐらい通い続けてちょっとあれはびっくりしましたね。追いぼじ再開して、今僕こうやって普通に座って収録してるのも奇跡です。なんか YouTube 見てたんですよ。何見てんのかなって見たらゴルフの動画見てた。Make gamers more significant シグネーター